皆さんこれ、できますか？夕方には足がむくんで、ふくらはぎがパンパン、太もも何しても痩せない、そんな方は股関節と足首の柔軟性が問題です。ヤンキー座りでチェックしてみましょう。たった1回でビフォーアフターの違いが分かるように新しい種目入れてますので、最後まで頑張りましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。まずはヤンキー座りしてみましょう。足肩幅ぐらいでべちゃっと座ってみましょう。こうやってかかとつけたままヤンキー座りできますか？できない方、もう少し幅を広げても OK です。今どれぐらいならヤンキー座りできるかチェックしておきましょう。逆に余裕がある方、しっかり膝と膝つけたままヤンキー座りできますか？ちゃんとかかとは浮かないようにできますか？これ覚えておきましょう。ビフォーアフターで比べていきます。じゃあまずは体育座りしましょう。この状態からつま先をしっかりグッと持ち上げる。手は床ついても大丈夫です。つま先しっかりグッと上げる。限界まで上げきる。背中寄りかかっても OK です。呼吸を止めないようにしてしっかりね、つま先を上げきる。グッと上げる。さっきのね、ヤンキー座りできない方はこの動きが苦手です。しっかりこのすねの筋肉、ここ意識して上げる。ラスト1回上げますよ。よっしゃ、 OK。 じゃあ次はつま先をしっかり上げて、このまま30秒キープです。で、後ろ寄っかかってもいいし、手をついてもいいです。余裕がある人はね、手を離してこのままキープすると腹筋使いながらここのね、すねの筋肉も使うことができます。呼吸は止めないようにしましょう。つりそうな方、ちょっと緩めてもいいです。余裕がある方はね、しっかりギュッと上まで上げましょう。呼吸を止めないで、肩力入れすぎないように意識を続けましょう。よし、 OK。 そしたら次はこんな感じで膝曲げたまま膝の内側から手を通してつま先持ちます。で、指を前にギュッと倒す、反らせる。指を前に倒す、反らせる。ギュッと。これもね、つりそうな方いると思います。つらない範囲で OK です。ギュッと。呼吸を止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入れすぎないようにしましょう。さっきのヤンキー座りできない原因が足指の硬さなんてことはよくある話です。OK。 そしたら次はこうやって体育座りしたままふくらはぎマッサージしていきます。両手でグーで叩いたりとか揉んだりとか、自分がね、やりやすいようにやっていきましょう。僕は今こうやって手でふくらはぎわしづかみしてます。痛気持ちいいぐらいでしっかり揉んでいきましょう。こうやって叩いてもいいです。あんまり肩こう力入りすぎないように意識を続けましょう。結局さっき足の指って話をしたんですけど、足の指から背中とか全身に筋膜がつながっているので、足の指、ふくらはぎの柔軟性はかなり重要です。 OK。 じゃあ次はちょっとね、膝伸ばして肩幅より広めに開いた状態で内外に股関節ねじっていきます。呼吸は止めないようにしましょう。ちゃんと付け根からねじれてる感覚、皆さんありますか？ヤンキー座りと股関節の柔軟性どう関係あるのっていう話なんですけど、ヤンキー座りできるようになるにはちゃんとこうやって股関節が曲がらなきゃいけないんですね。で、股関節がちゃんと曲がるってことは柔軟性があるってことなので、柔軟性はかなり重要になってきます。 OK。 じゃあ次はこんな感じ。右足を左こっちに持ってきて、この膝をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びてくると思います。なるべくグッと胸張りましょう。頭をね、上からこう引っ張られてるイメージ。そうすると右のお尻伸びてきます。物足りないよって方は膝をお腹にグッとつける。きついよって方はこうやって手離しちゃってもいいし、もうちょっとこの足前に出してこんな感じでも OK。 右のお尻が伸びれば何でも OK です。痛気持ちいいぐらいが良いと思います。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 じゃあこれで逆足いきます。左足を右こっちに持ってきて、この左膝をお腹にグーッとつけます。左のお尻伸びてくると思います。
なるべく胸張るとお尻しっかり伸びてきます。これ以前もお伝えしたんですけど、股関節って英語で言うとヒップジョイントっていうんです。お尻の大臀筋って筋肉は股関節の周りを覆っているので、お尻の筋肉イコール股関節の筋肉だと覚えておいてください。さらに人の体で体積一番大きいのはお尻です。だからもうダイエットしたいならお尻絶対柔らかくして代謝を上げましょう。 OK。 そしたら次は足の裏こんな感じで合わせてひし形作ります。ひし形です。そのまま前に倒れます。お尻が伸びてくると思います。いまいちお尻伸びないよって方はもうちょっと前に足出したりとか手前に出したりとか体を前に倒したりして、あ、お尻この角度伸びるなーってところを自分で探してみましょう。ちょっとこれはね、人によって柔軟性も違うし、お尻の硬い部位が違うのでどの角度が正解とかはねちょっと難しいです。自分で皆さん探してみてください。 OK。 じゃあ次は右足こうやって前に出します。でしっかり手でつま先つかみます。で膝曲がっててもいいのでつま先を手前にグッと引く。ふくらはぎから膝の裏ぐらいまで伸びてくると思います。余裕がある人は膝をこうやって伸ばしちゃってもいいですが、膝伸ばせないよって方は曲がっててもいいです。つま先を自分の方にグッと引く。これが目的です。ふくらはぎ伸びますよね。余裕があれば伸ばす。余裕がなければ逆に手前に引いてもいいです。つま先を手前に引けてればふくらはぎが伸びてきます。呼吸は止めないようにして、肩ね、変な力入りすぎないように意識をしましょう。 OK。 じゃあこれで逆いきます。左足前に出して左手で左のつま先を掴んで手前にぐーっと引きます。ふくらはぎ膝の裏ぐらいまで伸びてくると思います。余裕があれば膝を伸ばす。余裕がなければ逆に手前に引いてもいいです。つま先しっかり手前の方に引きましょう。こうふくらはぎの筋肉って3つに分かれているので、硬い三頭筋っていうんですけど、僕はねよく冗談で硬い三頭筋って言います。これ通じました？すいません、失礼しました。もうダジャレやめます。ごめんなさい。ストレッチしましょう。 OK。 じゃあ次はもう一回右足前に出します。今度は膝しっかり伸ばした状態で右足の方に向かって体を倒します。右の裏ももから膝の裏にかけてストレッチをしています。なるべくねつま先がこう寝ないでぐっと真上向いてるぐらいの方がいいと思います。右足の方に向かって体を倒す。裏もも膝の裏伸びてれば OK。 さらに細かいこと言っていいんであれば、足首がねこう内側に入ったり外に開いたりしちゃうと効果半減です。ちゃんとつま先真上向けて右足の方に体を倒すと最高です。 OK。 逆足いきます。左足を伸ばします。で膝伸ばしたまま左足の方に向かって体を倒す。左の裏もも膝の裏伸びてくると思います。なるべくねつま先は真上です。内に入ったり外に向いたりしないようにして真上向けておきましょう。でこれは裏もも膝の裏伸ばしたいのでしっかりね膝伸ばしておいてほしいです。掴める人は掴んでもいいですが、掴まなくてももちろん OK。 皆さんついてきてますか？きつかったらサボってもいいです。1種目飛ばしてもいいし、最後の10秒サボってもいいし、再生速度をね調整してもいいです。最後まで完走することが大切です。 OK。 じゃあこれで次右足こんな感じで前に出しておきます。そのまま正面に倒れます。右のお尻伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。いまいち伸びないよって方、例えば手を前にグッと伸ばしてみたりとか、ちょっとね右にこう上半身ねじったり左にねじったり足を前に出したりとか、自分でこの角度右足のお尻伸びるなーっていうところを探してみましょう。これはね人によって違うので自分で伸びる位置探しましょう。 OK。 これで逆に左足前に出します。真正面に体をまず倒す。左のお尻が伸びれば OK。 伸びない方は手を前に伸ばしたり左右に振ってみたり足をもうちょっと前に出したりして伸びる位置探しましょう。
で、よくコメントでいただくのが、左右差がすごいあるんですって話をいただくんですけど、逆にね、僕左右差なかったら怖いと思ってます。絶対左右均等に生活してる人いないし、利き手利き足があるので、僕は左右差があるもんだっていう前提で話してます。なので、そんなに気にしなくていいと思いますけど、気になる方はね、骨盤矯正のストレッチとかもあるので、概要欄に一応貼っておきます。OK。じゃあ次開脚しましょう。限界まで開くっていうよりも、ちょっと内もも伸びるかなぐらいまで開きましょう。その状態で股関節、内、外にしっかりねじる。つま先を内、外。手は床ついても OK。背中寄りかかっても OK です。付け根からしっかりねじる。で、ちょっとずつやっていくとね、余裕が出てくるんで、もうちょっと広げてみたりとか、ちょっと前に倒れたりとかしてみましょう。しっかり内、外ねじる。呼吸を止めないようにして、肩もね、変な力入らないようにしましょう。皆さんついてきてますか？サボったりとかね、再生速度調整してうまくついてきてください。 OK。 じゃああぐらかきます。右手右肘床について、左手万歳します。広背筋という背中の筋肉伸ばしてます。脇腹、脇の下、背中にかけて伸びると思います。指先誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってぐーっと伸ばすとより伸びてきます。真横倒したり、ちょっと斜め前倒したり、自分が一番伸びるな、ここ硬いなって位置探してみましょう。呼吸は止めないようにして、指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。よし、OK。これで次逆側いけます。左手左肘床について、右手万歳しましょう。指先をね、遠くに向かってぐーっと伸ばします。脇腹、脇の下伸びてる感じがあれば OK です。で、これかなりふくらはぎのむくみ取れるので、1回ですごい細くなるのでね、メジャー持ってる方ぜひふくらはぎ、太もも測ってからね、やってあげるとビフォーアフター分かりやすいと思います。指先なるべく遠くに向けて、きつかったらサボっても OK。再生速度調整してもいいです。よし、OK。じゃあ次はこんな感じ。膝曲げたまま両足前に出します。手は床ついておいても OK です。右膝を内側にしっかり倒す。グッと膝はね90度ぐらいのイメージです。股関節をね内にねじります。こっちの足はねこういかないでなるべく残しておくイメージ。右足だけ内にねじる。これ膝股関節痛いよって方、痛みない範囲で OK です。これぐらいでもちろん OK。もしくはこうやって反動をつけてちょっとずつやってもいいです。このね内に入れるという動きがねなかなか普段しないので結構硬い方多いです。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 じゃあ次は左股関節内にグッとねじる。膝をこうやって倒します。本当はこっちの足はここに残しておきたいんですが、僕も硬くてちょっと倒れちゃうんですが、こんな感じ。左股関節内にねじってます。きつければこれぐらいでもいいし、こうやって反動つけてもいいです。普段しない動きをするってことが目的です。痛いのにね無理やりギューってやってもねいいことないです。気持ちいいぐらいがね気持ち的にもね体的にも良いんじゃないかなと思います。再生速度変えたりサボったりして調整しましょう。 OK。 戻します。じゃあ次こうやって膝曲げたまま左右に倒す。膝がね両膝が床につくぐらいまでこうやって倒す。お尻浮いちゃって OK です。お尻浮いて OK。 もちろんきつければこれぐらいでも OK です。もしくはね一種目丸々飛ばしてちょっと水分補給したりしてもいいです。一回動画を止めて休憩してもいいです。皆さんがねやりやすいようにこのズボラストレッチ使ってください。目的はねあくまで習慣化です。習慣化すれば最終的に効果が出るよねっていう考えでやってます。 OK。 そしたら次右のふくらはぎマッサージしていきます。こんな感じ。右足前に出しておいて両手でグッと掴みましょう。こうやってね上から掴んでもいいし下から掴んでもいいです。やりやすいようにね右のふくらはぎ全体的にマッサージしていきましょう。こうやって叩いてもいいと思います。叩いても OK。 ふくらはぎこうやってねわしづかみしてもいいです。やりやすいように気持ちいいぐらいマッサージしていきましょう。
こうね、マッサージなんかどこをしたらいいですかとか聞かれるんですけど、正解あるんですけど、そこまでね考えるとね、すごいマッサージすること自体が苦痛になったりするんで、痛気持ちいいぐらいでやりましょう。 OK。 じゃあ次逆、左足ちょっと前に出して両手で左ふくらはぎ揉んでいきましょう。こうやって叩いてもいいし、両手で揉んでもいいです。呼吸は止めないで、あんまり肩ね、こうやって力入りすぎないように意識続けましょう。ちゃんとね、最後に一番最初にやったヤンキー座りチェックしますので、驚きのビフォーアフター出ますので、そこまで一緒にね頑張っていきましょう。呼吸止めないで、痛気持ちいいぐらいでマッサージ。 OK。 そしたら次は右の足の指の間に左の手の指、こんな感じで入れます。でこうやって足首回していきます。で多分ね、このポーズ取れないよって方いると思うので、こうやって右足前に出しておいて、これでもいいです。ちゃんと左手の指を足の指にちゃんとね、こうやって間に入れましょう。もうね、足の指間の筋肉がすごい硬くなってる人が多いです。足の指の間にもね筋肉があるんです。こうやって大きく足首回す。ちゃんとね、手は足の指の間に突っ込んだままですよ。 OK。 じゃあ次は左の足の指の間に右の手の指、こうやって入れます。よし。でこんな感じで足首回せばいいんですが、こっちもね多分この体勢取れないよって方いると思うので、もちろん足を下ろしても OK です。呼吸止めないようにしましょう。ついてきてますか？この時もね、どうしても肩こう力入りがちなんで、呼吸は止めずに肩の力を抜いて、あと少し、もう後半戦なんで頑張りましょう。 OK。 そしたら次はね、右足をこんな感じで立てます。ちゃんとかかとまでしっかり床につけておいて、前に体重をかけます。ぐっと右のふくらはぎ伸びてくると思います。かかとはしっかりつけたまま前に体重かける。どっちかというとね、ふくらはぎの下の方、足首に近いところが伸びる感覚が多いんじゃないかなと思います。逆にね、すね、前面が硬い方はこっちが引っかかるって方もいると思います。引っかかる方はね、例えばちょっと一回戻して、もう一回こうチャレンジしたりとかしてね、ふくらはぎ伸びる位置探してみましょう。かかとだけしっかり床につけておきましょう。 OK。 逆足いきます。皆さんついてきてますか？左足べちゃっと床につけて、かかとはつけたまま前に体重かける。こんなにね、上半身前倒せないよって方、もちろんこれでもいいんです。ふくらはぎ伸ばすことが目的です。呼吸を止めないようにしましょう。肩もね、力入らないようにしましょう。でズボラストレッチどれぐらいやったらいいのってよく聞かれるんですけど、あくまで理想はね、毎日朝昼晩3回なんですけど、もうそんなにやったらねズボラじゃないので、毎日1回でもいいし、極端な話週に1回でもいいです。 OK。 じゃあ次、これで最初のヤンキー座りやってみましょうって言いたいんですが、1回ちょっとねこんな感じ、四つん這いになりましょう。膝は肩幅ぐらいに開いておいて、手も肩幅です。でこのままつま先立てておいて、お尻を後ろにぐっと引く。 NG はこうやって腰丸まってると NG です。ちょっと骨盤立てて腰反らせておくぐらいのイメージです。ぐっとしっかりね、こっから曲げる。手と足は肩幅です。後ろにぐーっと引く。猫背にならないようにしてくださいね。ちょっと骨盤立てておく、軽く反らせておくイメージで、最後1回だけぐっと引きましょう。よっしゃ、 OK です。じゃあこれでヤンキー座り再チェックやってみましょう。さっき皆さんができたぐらいはだいぶ楽だと思います。余裕があれば膝と膝つけましょう。理想は膝と膝がつくこと。その前はね、こうやって肩幅ぐらいでもいいですし、拳1個分ぐらいでもいいです。どんどん膝と膝近づければきつくなってきます。最終的にはね、膝同士しっかりつけたまま
後ろでこうやって手を組むとかね、できたらいいと思います。僕もまだできないですけど。皆さんどうですか？変化わかりましたか？で、全然これじゃ物足りないよって方、概要欄に追加ストレッチ貼っておきます。で、Twitter、インスタも毎日更新してますので、ぜひフォローお願いします。よし、OK。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。